はい、こちら深玉2号のね説明をしていきたいと思います。このルアー何ができるかっていうと、まずトップウォーターです。なんで投げてもらって着水すると表面にポコって浮きますね。で浮いた時にこの愛を軸に引っ張って前に移動していくっていうルアーですね。その時に何がこの深玉発生するかっていうと、前に引くってなるとこのブレードが水を受けて、このブレードが動くことによって上の浮力体が少し波動を出すっていうところで、リップがないんですね。リップがないので、そのアングラーが引くスピードを調整するっていうのが一つキーポイントのところがあって、このブレードとブリーをいかに水をなじませて動かすかっていうことによって、トップウォーターの浮いてるんで、ここに波紋が出ます。引き波ですね。引き波が出た時にすごくスローに表面を引いてあげることによって、このブレードが実は縦波動を起こすんですね。縦波動、重さがあって縦波動を起こすことによって、このボディを揺らすことによって、この波動がじわじわと横にも縦にも出るような感じで、引き波もその後ろにね、少し点々点みたいな、こういうね、よーく見てると波動が後ろに点々点々点と歩いたようなね、波動が出るんですね。その波動が出てるときは、ものすごいまっすぐ反応します。なんでかっていうと、そんな波動出るルアーがまだ存在してないからです。で、エリアの特にこういうルアーってあんまないので、魚も見たことないし、やっぱ興味をだいぶ引くんですよ。この実は丸形状なんで水を押してないんでリップも噛まないから、実は波動は弱いんですけど、このブレードがあることによって水の中ではかなり猛烈にアピールしている。マスがね全部見たことないんですね。なんでもうちょっとレンジが違うところで、なんでもう食うってなったらもう追ってきてかなりバイトガツって出るんで、あと注意しなきゃいけないのは、実はねちょっとこれだけ。ちょっとね、やっぱりさっきも言ったんですけど、リップがないんで水噛むところがこのブレードしかないんで、ちょっとね、風に弱いところがあるんですね。なんで、投げるタイミングとしては、マスが表層、上系に意識してたり、上に出したいなって時に、風がちょっとない時に投げてください。ちょっと風があると流されちゃうんで、そこはちょっと弱めなんですけど、逆に風がない時だと他のルアーに出せない動き、波動が出るんで、猛烈にね、マスが意識を持って見てきてくれるんで、あとやっぱりね、この絵一ついいのはね、でかいマスが結構送ってきます。やっぱでかいマス。僕もマス以来ね、楽しみに行って釣りしてる中でも、大きいのを狙って上に狙ってるなって時になると、やっぱ大物になると、やっぱこういうルアーね、かなりやっぱこのブレードもあるんで、やっぱマスがね、結構下からグワーって出てきて、もう丸飲みするようなシチュエーションを僕何回も見てますんでね。で、キーポイントは、さっきも言ったんですけど、早く引くわけではなくて、よりゆっくり引いてあげることによって、さっきの言ったその波紋とかブレードを縦波動を出すようなタイミングで引いてあげると、さっきの言った引き波に出るんで、ゆっくりゆっくりゆっくり、ちょっとね、なかなかかなりデッドスローなんで、ちょっと難しいところなんですけど、でもルアーを見ながら自分でもゆっくり引くことによって、その波動とポンポンポンってこの足跡が出ているような波紋が出てると、必ず何かしらマスから反応出るようなルアーになってるんでね、皆さんぜひこいつを使ってデカマツ釣ってみてください。